本来の真剣勝負なんだよっていうのを世界に示したのはもう本当すごいですよね。負けてでまた頑張ってっていうような選手が私は本当大好きで、全く対局かもしれないんですけど見習っている存在ですね。どうも、三上文大地です。本日は見習うべき選手3選ということで、動画を撮っていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあまず1人目、アントニオ猪木ですね。アントニオ猪木は抑えておかないといけないですね。総合格闘技ってジャンルがまだない時代に、あれはプロレスのリングでですけど、モハメド・アリとガチンコ勝負をしたっていうのが伝説ですよね。今でもそのポジションの名前があるんです。猪木アリポジションっていうのがあって、1人がグラウンドで1人がスタンドの状態を猪木アリポジションっていうんですけど、っていうぐらい名前をMMA に刻んだ人っていうのは先駆者ですよね。これはやっぱり語るべき人物なのかなと思います。もちろんプロレスでの功績も輝かしいですけど、一種格闘技って、実際にガチンコでやったらこうなっちゃうんだっていうのを、世間に知らしめたというか、プロレスっていうのは割とショー的な要素、そういうところがあると思うんですけど、 MMA っていうのはもうガチンコなんで、やっぱりそこの派手さがないっていうところで結構みんなドン引きしちゃったと思うんですよ、当時は。でもあれが本来の真剣勝負なんだよっていうのを世界に示したのはもう本当すごいですよね。今でこそ競技化してきて打撃もできるし、寝技も打撃もレスリングもできるっていうような選手がほとんどですけど、レスリングだけのやつとボクシングだけのやつでやったらどうなるのか。でもプライドの最初の頃っていうのはちょっと異種格闘技風にはまだ残ってましたよね。プライドがあと UFC の一番最初のグレイシーが優勝した第1回大会とか、もうほんとガチンコの一種格闘技でしたよね。でもそこから今競技化してって技術が昇華していって、どんどん競技として見れるものになってきてるなっていうところがあって、あの時の興奮みたいなのはちょっと薄れつつあるのかなっていうのも反面思ってて、 K1 の選手マーク・ハントだったりミルコ・クロコップとかがプライドに参戦して勝てるのかっていうドキドキ感が今はないですよね。分析ができちゃってちょっと先が読めちゃうようなところがあって、やっぱ競技化した分びっくり箱開けるような感覚がなくなってきてますよね。話がどんどん飛躍しちゃいましたけど、とりあえずその猪木ありっていうのは MMA を語る上では欠かせないものだと思いましたね。あと佐山悟さんも確実にそうですね、シュートの創始者だし、佐山悟さんが当時技術を教える動画とかが今でも YouTube に残ってるんですけど、本当にこの人プロレスラーだったのかなみたいなレベルの打撃を打つんですよ。あの当時動画とかもないし、そんな簡単に技術に触れられないような時代だったのに、技術レベル高いレベルに持っていけたのが本当すごいなと思いますね。あれは本当尊敬すべき、大先輩の一人なのかなっていうふうに。猪木さんと佐山さんは同列って言ったらお二人に失礼かもしれないですけども、ジャンルとしては先駆者として見習うべき MMA ファイターっていう中の一人になるのかなと思いますね。2人目、チャールズ・オリベイラですかね。ちょっといきなりマニアックな方行っちゃった可能性があるんですけど、チャールズ・オリベイラはブラジル人で柔術がバックボーンで、柔術めちゃくちゃ強かったんですけど、ライト級だったかな、 UFC ライト級でも1回チャンピオンになってて、今でも現役でやってるんですよね。ですごい強くて、今でも全然強いんですけど、なんで尊敬すべきかって言ったら、オリベイラって UFC に入るまでは無敗できたんですよ。ただ UFC 入ってドロドロなキャリアでスタートしたんですよ。UFC 勝ったり負けたり、そういうのを繰り返していって、彼の中での一つターニングポイントが何かあったのか分かんないですけど、ポーンと跳ねて連勝でチャンピオンシップまで行ってみたいな、そういう選手で、オリベイラに限らず、オリベイラはそういうストーリーが有名なんで今挙げましたけど、負けてでまた頑張ってっていうような、そういう選手が私は本当大好きで、無敗が1回敗れて再起しようっていう時ってものすごくエネルギーが必要だし、ものすごく自分との戦いになるんですよね。そこの、メンタリティーがすごいなって思うし、あとは結果としてねチャンピオンになってるし、技術的な話になってくるんですけど、決めの選手なんですよ。ただ
最近ではもう打撃もすごく強くなってて、以前の動画でも話したと思うんですけど、その寝技ができるから打撃を思いっきりできるみたいな、もう最近ではもうほとんどそこら辺のキックボクサーと遜色ないぐらいの、高いレベルのスタンド能力を発揮してて、30超えてもすごい成長し続けてて、チャンピオンになっても成長し続けて、でチャンピオンから陥落したとしても、その次の試合でもランキング3位のやつボコボコにしたりとか、本当に強い選手だなと思って、そこの貪欲に MMA を学ぼうとする姿勢も見習うべきだなっていうふうに思いますね。泥沼スタートの分かりやすい結果を出したっていうんで、チャールズ・オリベイラ、負けてからまた這い上がって頑張るっていう選手は私はすごい大好きですね。はい、3人目ですね、コナー・マクレガーですかね。UFC って言ったらコナー・マクレガーみたいな時代がありましたけど、やっぱりそのトラッシュトークですよね。トラッシュトークがすごいくて、派手にトラッシュトークするし派手に勝つしっていう、とにかく派手な選手っていうのが、一つ彼をすごい有名たらしめた要因だと思うんですけど、彼のドキュメンタリーとかを私全部見たんですけど、やっぱり一番最初もすごい貧乏で生活保護を受けながら格闘技やってて、今は奥さんになってる方が、ガールフレンドの時から一緒にいて、2人の夫婦愛というかパートナーシップみたいなのがもうすごいんですよ。もう本当に奥さんはすごい献身的だし、でマクレガーはもう家族のために何が何でも金稼ぐっていう、人気商売だろうみたいな感じで批判とかアンチがすごい多いんですけど、すごいブレてないなっていうのはすごい感じるんですよね。それを分かってて、批判が来るのも全部分かってて、家族のためにもう MMA で金稼ぐんだっていう、そのコナーのその姿勢が私はもう素直に尊敬しますね。見習うべきだなと思います、あれは。私はそのお金目的でやってる側面はちょっと薄いです。コナーほどの困窮した家庭には生まれてないし、お金してないのはそういう生活の環境とかがあると思うんですけども、私は MMA はやっぱ自分の成長のためにっていうぼんやりしたような、もちろんお金も大事ではあるんですけども、自分が戦いの中から何を得れるのかっていうのに視点を置いて MMA ファイターやってるんで、その自分の目標に対する向き合い方がコナーは素晴らしいなって私は思いますね。やっぱり自分もたまにやっぱうまく立ち回った方がいいのかなとか、たまにふっとよぎったりとかするんですよ。コナーの生活を 100% 見てるわけじゃないんでわからないですけど、ただ自分がそういう時にやっぱりコナー・マクレガーを思い出すんですよ。全く対極かもしれないんですけど、金儲けっていうのにもうフォーカスして、そのためにどうすればいいのか、どうやって魅了すればいいのかを考えてやってるじゃないか。俺も俺の目標に対してやっぱ真摯に向き合わないとなっていうんで、やっぱ修正したりするんで、見習っている存在ですね。はい、ということでですね、見習うべき選手3選ということでお送りさせていただきました。次回も動画またご視聴いただければ嬉しく思います。ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はじめまして。違う。はじめまして。どうもですね。はい。どうも、三上henry大地です。